はーい、こんばんは。はるけです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になります。今回もですね、おすすめの選手、安くて強い選手11名を紹介していきたいと思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、ともりです。ともり、金のともりになります。ともりはね、値段的には24,000で買うことできます。やはり逆足4、ここが素晴らしいと思いますし、単純なスピードっていうのが速いですね。金のセンターバックの中でもかなり速い方の、選手だと思います。で、守備もしっかり高くってフィジカルもあるという選手で、ジャンプもね、92あるんで空中戦も負けないっていう力、持ってるので、非常に、もちろんセンチュリオンズのともりもかなり強いですけれども、金のね、ともりが24,000と、かなり安く、なってるので、かなりおすすめの選手になります。コスパはめちゃくちゃいいですね。で、そして続いては TOTW デマルコスです。デマルコス値段はですね、18,000コインぐらいで買うことできます。逆算はね、ちょっと残念なんですけれども、比較的持ちやすい選手になります。身長180センチ超えてるんですけど、ある程度、ボディタイプとかもあって持ちやすさっていうのはあるので、運んでいけるというサイドバックになりますね。で、守備も、ある程度やってくれますし、フィジカルもちょっとあるという、そういう選手になります。で、やっぱりペースね、86あるっていうのも、まだいいかなっていうには思うので、ちょっとね、チープカンセロみたいな感じかな。安いカンセロみたいな、感じにはなりますので、18,000円でこれだったら全然いいかなと、思うレベルでコスパは、いいと思います。で、そして続いては、ハキミです。ハキミ、金のハキミですね。ハキミ値段はですね、14,000コインぐらいで、買うことできます。ハキミももう安く、なりましたね。なかなかやっぱりパリ・サンジェルマンっていうだけで、モロッコはね、ちょっと厳しいんですけど、リーグワンで組める方は使えると思いますし、サイドバックとしてペースが92あるっていうのは素晴らしいと思います。で、守備能力は低いんですけど、ただ、守備位置以上に取り切ってくれる、取ってくれるというサイドバックになるので、ここね、守備位置はね、自分的にはあまり気にはならないですね。低いから、あんまり取ってくれとかっていうのは、ハキミに関してもないですね。ちょっとこう、能力以上に強さを感じる選手で、攻撃にも出ていけますね。やっぱりスピードも速くって、ドリブルも、ある程度、軽さっていうのも、ちょっとある、重くはない選手になるので、推進力があって、ぐんぐん運んでいける、そういうサイドバックになってます。で、そして続いては RTTK シソコです。シソコ値段はですね、7万コインぐらいで買うことできます。スキル逆足ね、44っていうのは、ある程度いいと思いますし、こういったね、サイドのウインガーとしてめちゃくちゃ速いです。速さ。もう追いつかないみたいな、状況を作り出せる選手になるので、まずペースが95、そしてドリブルがめっちゃ軽いですね。臨床性カンストしてますし、バランスも高くって、非常にいいというふうに思います。それ以外はあんまり期待はしない方がいいですね。シュートもめっちゃ入るかって言われると、たまには決めてくれますけど、やっぱ冷静さの部分がね、74しかなかったりしますし、パスもね、そこまで上手い選手ではないので、本当にスピードとドリブルにもう特化した、選手にはなるんですけど、ただ追いつかない。相手からすると非常に厄介な選手にはなるので、ちょっと難しくてね、リーグワンスカットの方じゃないと難しいとは思いますけど、ただこう使う価値、サイドで突破をさせるというところにはもうかなり秀でてる選手になるのでおすすめです。で、そして続いてはテオ・エルナンデスです。テオ・エルナンデス。テオ値段はですね、5万コインぐらいで、買うことできます。こういうのもね、逆足さんちょっと残念ではあるんですけれども、非常にやっぱりサイドバックとしてスピードがあって、フィジカルがあるという、そういう選手になりますね。この人も能力値78しかないんですよ、守備。でも、手を相手に いて嫌なことあると、思います。めっちゃ手を強いやんっていう。でも78しかないんですよ。なんで、それがやっぱりね、能力値以上に強さを感じる選手。テオもハキミと同様に、守備値以上に刈り取られるし、しっかり取ってきよるなという、ふうに思いますね。実際自分も使ってても、やっぱさすがテオやなっていう。守備値78しかないのに、もうちゃんと取り切ってくれてはもうさすがやなっていう風に思うこと非常に、多いので、なんでかわかんないですけど、
LB の中でもね、屈指の守備力っていうのを誇っている、そんな選手になります。非常にテオはね、おすすめです。で、そして続いては、ラファエル・レオンですね。ラファエル・レオン。レオン値段はですね、46,000コインぐらいで、買うことできます。テオと同じミランで、組むことができるということになっていて、非常に今作はね、人気な選手だと思います。この人もスキル逆足44で、スピードが速い、そういう選手になりますね。シソコと比べると、まだシュートっていうのは全然決めては、くれます。パスはそこまで上手くないですけど、そこが特徴ではないかなというところで、やはりこう、それでこの人もサイドアタッカーとして相手を置いていける。さらに、ラピッドのプラス、これがついているので、本当にダッシュをしているだけで、置き去りにできるという、そういう状況が作り出せますね。非常に強い。この人も明らかに強い選手にはなりますし、もう4万6000ってめちゃくちゃ安く、なってるので、金でも十分おすすめです。で、そして続いてはベリンガムですね。ベリンガム。ベリンガム値段はですね、46,000コイン。レオンと同じ、ぐらいの値段になってます。で、この人も44で、身長が比較的高い中盤の選手になっていて、バランスがいいですね。何でもある程度できるという選手になりますし、ベリンガムの強さっていうのはね、今作、分かっている方が多いと思いますけど、この人もね、正直ね、能力値以上にちょっと強さを感じる部分はあるんじゃないかなっていう風に思いますね。ペースもそこそこ、シュートもそこそこっていう感じで、パスも、うまいですし、守備もね、全然やってはくれます。で、フィジカルもね、75しかないんですけど、ちゃんと取ってくれたりとかしますし、やっぱ積極性とかリアクションとかが高いのが、いいのかなと思ったりはします。で、一応ね、容赦なし、プラスついてるし、スタミナもね、93もあるので、本当に1試合通して、金のベリンガムでも、もうずっと、使い続けられるというところが非常に素晴らしいなというふうに思います。おすすめですね。で、そして続いては、デヨングですね、デヨング。デヨング値段はですね、2万コインぐらいで買うことできます。もうめちゃくちゃ安くなってますし、自分のね、購入ってとこ見てもらえればわかると思うんですけども、半額に、半額以下になってしまいました。ただ、かなりいいです。この人もかなり2万で買えるレベルじゃないね、この人は。で、逆足さんはそこまで気にはならないですね。で、ドリブルも軽いし、ほんとこう取った後、しっかりこう、つなげてくれるパス能力っていうのもあるし、軽さもあるという、そんな選手。シュートはそこまでうまくは、ないですね。たまに、めっちゃたまに入るかなっていうぐらいの、感じにはなりますし、スピードもね、82あって、ただ、若干、2万やなって思うときは、フィジカルですね。フィジカルで取り切ってほしいなって思うときは、たまには、ありますね。ただ、守備能力に関しては全然悪くはないし、インターセプト値もね、高くって、こう、デヨング、いいとこいるなって思うことが非常にね、多くってね、縦パスカットしてくれる、選手にはなるので、2万のクオリティではないです。マジで普通におすすめ。めちゃくちゃ軽いし、使いやすいし、守備もね、ちゃんとできるという、そういう選手になるので、ぜひちょっと使ってみてほしいなと思います。で、そして続いてはセンチュリオンズアンヘル・コレアですね。アンヘル・コレア。これはちょっと値段高くなります。16万コインぐらいで買うことできます。44で、スピードが速くって、シュートも打てて、パスもある程度できて、ドリブルが軽いという、そんな選手になります。前線の選手として、逆にこう足りないことが、少ないという、そんな選手になりますね。フィジカルはそこまで、ないんですけど、無理をさせなければ全然いけます。で、やっぱりね、あとはこの人数値とはまたちょっと関係ない臭さっていうのが、あるので、コレアの元にボール返ってきたりとか、あとはちっちゃいし、ボールタッチが細かいんで、相手からすると非常に止めにくい、そういう ST の選手になりますね。で、プレイスタイルね、プラスとかついてないですけれども、テクニカルだったりとか、トリベーラ、だったりとかを兼ね備えているという、そんな選手になりますね。このスコアリングのところだったりとか、あとは何かプラスだったりとかのプレイスタイルを備えてれば、もっと、脅威な存在になっていたかなというふうに思います。ただ、非常におすすめです。で、そして続いては、デンベレですね、デンベレ。デンベレ値段はですね、7万コインぐらいで買うことできます。めちゃくちゃ安くなったなという印象をこの人も受けるんですけれども、やはり55、スキル逆足、ここまず55っていうのは非常に素晴らしいと思います。金の選手でまず55っていうのは、本当に多分数えるぐらいしかいない、
ですし、これだけの能力を持ちながら、スピードが速くってドリブルが軽いという、そういう選手ですね。で、あとはね、若干パスもちょっと出せるという選手ですね。視野がね、83あるっていうのが、個人的にはよくって、シュートに関しても、ある程度は決めてくれる。シュート力がね、高いですし、冷静さも、ちょっとはあるんで、欲しいところであるんですけど、ただ、ある程度は決めてくれるという、そういう選手。本当に一番はやっぱりサイドアタッカーとして、スピードとドリブルがあるっていう風なところで、さらに5-5なんで、素晴らしい。で、さらにこの人もプレイスタイルでね、ラピッドのプラスついてるので、レオンと同様に、本当に追いつかないですね。ぐんぐん加速をしていける力っていうのを持っているので、非常に厄介な選手で、デンベレに苦しめられてきた、人たちも多くいると、思いますけど、もうこの人7万ぐらいで買えるんで、ぜひちょっと買える方は買ってみてほしいなというふうに思います。で、そして続いてはグリーズマンですね。グリーズマン値段はですね、7万3000コインぐらいで、買うことできます。非常にグリーズマン今作はちょっとこうメタカードかなって、思ったりはしますし、10万以上をね、ずっとこう維持し続けてきた選手だと思うんですけど、今では7万3000、この人も安くなったなという印象で、足りない部分は逆足3という風なところと、あとはスピードですね。それ以外は正直あまり言うことはないというか、シュートもやはりね、今週のプラスを、備えてますし、グリーズマンからの今週でやっぱりめちゃくちゃ決めてくれたって思う人はいると思います。本当にね、ここのプラスがついているっていうのと、ロングシュートもね、高いし、カーブもね、あるっていう、ところがやっぱりその決定力、今週の決定力っていうのを上げているのかなと思いますし、パスもね、うまいので、本当に素晴らしいですね。周りを使いながら、自分もね、得点に絡むことができるという、そんな選手になるので、非常にこうセカンドトップとしては、かなり優秀な選手に今作なっているなというふうに思います。非常にグリーズマンは強いですね。という感じで、こちらがコスパ最高ベスト11になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。